本日紹介するのは魅力的な鈍感力少女だ。彼女は幼いが人生の起伏を経験している。名門の鍛冶屋の家系に生まれたが、父が禁忌を破り西洋の魔剣を作ったことで惨劇が起き、両親を失った。だが彼女は生活の激変を素直に受け入れると、魔剣による災いと父親の業を消すことを己の責任とし、今まで312本もの魔剣を買ってきた。あまたの経験をしてもなお天真爛漫なまま、素直でたまに突飛な言動が出たりもするが、剣好きには変わりない。玉のような心を持つ天才剣士、それが雲里だ。では本日のゲストを紹介しよう。おなじみの天才剣士元凶くんだ。剣のプロだし私がいなくてもいいのでは？フクロウ先生は謙虚すぎるよ。剣や剣術について解説できて光栄だけど、司会はフクロウ先生が一番だと思う。いやー、将軍に育てられた子はお利口だね。それほどでも。では解説しよう。雲里は壊滅の運命を歩む物理属性のキャラクターだ。体験を携え、いや剣というには大きすぎる。どう見ても鉄の塊じゃないか。雲里は泉州でも抜きんでた怪力の持ち主だけど、力任せに剣を振るっているだけじゃ剣術とは言えない。通常攻撃は剣の重さを利用して移動し、敵単体に攻撃力に応じた物理属性ダメージを与える。戦闘スキルを発動すると力を貯めてから剣を放り投げ、攻撃力に応じて HP を回復し、指定した敵単体および隣接する敵に攻撃力に応じた物理属性ダメージを与える。この剣ブーメランのように使えるのか？普通の剣士にはできないけど、ケンちゃんの様子を考えれば速度を犠牲にして完成で攻撃力を増幅するのはいい選択かな。ケンちゃん？あの巨大な剣の名前だよ。なかなかいい名前じゃないか。テンプで敵の攻撃を受けた後に一定の EP を回復しカウンターを発動する。攻撃者と隣接する敵に攻撃力に応じた物理属性ダメージを与えるぞ。まさに倍返しだ。彼女酔い越しの恨みは持たないんだ。同僚がすぐ敵討ちに行く痛快な人ってこと。まさにその通りだ。必殺技を発動すると雲里が構え状態に入る。そして次に行動するユニットのターンが終了するまで敵全体を挑発状態にする。この体勢さっきより気迫が増してるみたいだ。そうだろう。構え状態の雲里が攻撃を受けるとき、構えを解除してカウンター間破滅を発動する。間破滅は攻撃者および隣接する敵に攻撃力に応じた物理属性ダメージを与え、さらにランダムで敵に物理属性ダメージを与えるんだ。構え状態の間に敵の攻撃を受けなかった場合、構え状態が解除されるときに間破残を発動する。間破残はランダムな敵および隣接する敵に物理属性ダメージを与える。間破残と間破滅のダメージは必殺技ダメージとみなされる。雲里はケンちゃんの重さを利用して守りを攻撃に変換する。攻撃の手数で相手を圧倒する僕と正反対だ。ほう、君たちのスタイルは大きく違うのか。それだとどちらが強いか見てみたい。もちろん僕。いや、手合わせしないとわからないか。おや、随分と謙虚だね。特定の奇跡を覚醒すると構え状態の雲里が受けるダメージがダウンし、行動制限系デバフに抵抗する。反撃の道を極めたいのなら雲里みたいに万全の準備を整えるべき。秘技を使用すると雲里が一定時間の迎撃状態を獲得する。迎撃状態の間、雲里が攻撃を受けるまたは敵を攻撃して戦闘に入った後、即座にランダムな敵単体に間破滅を発動し、その回の攻撃の余ダメージをアップする。本で読んだことがある。確か5の1000だった。剣が重すぎるから5手になるのは当然だろう。雲里は家事の達人でもある。前に剣の重さを減らしたらって言ったら、逆にあなたは剣の個性と感情を無視してるから集めた剣は解放するなんて言われて。ということで
壊滅キャラとしての雲里の壊しようは3つのカウンターにある。添付のカウンター、そして寒波残と寒波滅だ。そのうち寒波滅は最も強力なカウンターになるな。そのため必殺技が付与する構え状態が解除されるまでに攻撃を受けて寒波滅を発動することでよりダメージを叩き出せる。では実践を通して寒波滅の発動方法を復習しよう。超優が雲里を攻撃。雲里がカウンターを発動して EP を満タンにする。ここで一つ注意。これから行動するのは味方敵の順だ。必殺技を発動できる状態でも今は温存してよりダメージを与えられるタイミングまで待とう。もし雲里がここで必殺技を発動すると次に行動するのは味方だから発動するのは寒波残になる。おっと、敵2体が重い一撃を受けたがまだ立っているな。ここで時期を待つとどうだ。開拓者が戦闘スキルで超優を攻撃した後、老金が行動する前に必殺技を発動。構え状態に入ると敵は構え状態の雲里を攻撃することになる。そして雲里が寒波滅を発動。ケンちゃんの銃撃を食らい老金はダウン。戦況が不利だと察した超優が焦って攻撃しようとするも雲里がまたタイミングよく必殺技を発動。超優がそのまま雲里を攻撃。ここで2度目の寒波滅。これで超優も大金帰宅。視聴者の皆さん、剣士、特に裸足の剣士の不況を買ってはいけないぞ。焦らないで先生、僕が守ってあげるから。おう、安心だな。もし君たちが共同で弟子を取るならしごき役と溺愛役に分かれるだろうね。弟子、ちょうどその件で悩んでたんだ。彼女が厳しすぎないか心配なのか。訓練の方針に共通認識が持てなくて。そこを詳しく。雲里は筋力訓練を50セットやらせて5キロ走らせるつもりで、僕は筋力訓練を10セットにして25キロ走らせたい。でも互いを説得できないから、もう弟子が来てるのに訓練内容がまだ決まってないんだ。両方ともしごく気満々だな。でもこういう時は折衷案で行くのはどうかな。確かにフクロウ先生の言う通りだ。まずは筋力訓練を50セット、それから25キロ走らせれば雲里も納得できるはず。お弟子さんお気の毒に。